テレ東ビズ。こんにちは。天羅万象、久保田勝です。さあ、2024年が始まりました。今年は大空、星空、どんな楽しみが待っているでしょうか。では、2024年の空のあれこれをご紹介していきたいと思います。はい、日食と出てきましたけど、今年は、日食月食なんですが、普通に月が欠ける月食というのがないんですよね。では、日食の予報いきます。今年はですね、日本で見られる日食はないんですけども、北アメリカで皆既日食、南アメリカで、金環日食が見られます。皆既日食は現地時間の4月8日、日本時間では4月9日に起きます。太平洋で地球に接触した月の影の中心はメキシコから北アメリカ大陸に上陸します。そしてアメリカの中西部から東部へ駆け上がってカナダから大西洋に抜けていきます。太陽が完全に月に覆われる皆既日食の継続時間はメキシコ国内で最大4分余り、アメリカ国内で3分半になります。これ皆既日食としては結構立派な方です。で、この日食の特徴はですね、皆既日食になるその帯に合衆国の大きな都市がいくつも入って、太陽の高さも十分でとても条件の良い皆既日食になることなんですね。で、交通の便が良いところも多いために、すでに皆既日食観測ツアーというものも組まれています。一方の金環日食ですが、これはですね、見られるのは日本時間で10月4日、現地の3日です。ハワイの南の太平洋上で始まる金環食は南東に進んで夕方に南アメリカ大陸の南を通ります。で、南アメリカに達するまでは月の影は、ほとんど南太平洋上を移動しているんですが、途中でモアイ像で知られるあのチリのイースター島を通過するんです。これちょっとイメージの図なんですが、モアイ像が並ぶその図上で太陽がリングになるというわけです。ちなみにイースター島では2010年に皆既日食も起きていて、14年の間隔で、小さい島ですけども、皆既日食と金環日食どちらもが見られるという幸運に恵まれていると言えます。さて次に水星、このほうき星なんですね。今年は秋に尾を引く姿がですね、肉眼でも見えそうな水星が太陽に近づくんです。去年の1月にですね、この中国の、ツチンシャン天文台、漢字ではこういう字書くんですけども、このツチンシャン天文台と、それから地球に接近する小天体を事前に発見するシステム、アトラスというのがあるんですが、そのアトラスを冠したツチンシャンアトラス彗星というものなんです。で、太陽に最も接近するのは9月の末なんです。で、その前後にはかなり明るくなることが予想されます。現在の見立てでは最大で一等星か頭の部分がですね、0等星もっと明るくなる可能性があるんですね。で、太陽に近づきますので、太陽に近いということで明け方の低い空、そして夕方の低い空で、見ることになるんですけども、予想通りの明るさになれば肉眼あるいは双眼鏡で尾を引く姿が見えそうです。明るさと高さを考えると、日本からはですね、10月中旬にかけての夕方の西の空での観察が良さそうです。で、この図、これは10月半ばの日没後1時間ほどの西の空のシミュレーションなんですが、明るい宵の明星金星と牛飼座の一等星アルクトゥルス、どっちも目立ちます。この真ん中あたりを毎日だんだん高くなっていく様子が見られると思います。ぜひ期待以上の姿になってほしいなと思います。で、今年はですね、星や惑星を月が隠す、日食ならぬ、この星の食と書きます星食なんですが、この星食がいくつかあります。一等星が月に隠されるという、見応えのあるはずの星食もいくつかあるんですけども、残念ながら日本では昼間だったり、夜明け直前だったりと、あまり条件が良くないんですね。で、惑星が月に隠されるものは4つあるんですけども、そのうち条件が一番いいのが12月8日の土星食なんです。この土星食はですね、夕方から宵の初めの高い空で、ほぼ半月の月に土星が隠される現象です。日本列島は土星食の北側の限界線が縦断していて、この図を見るとわかるんですけど、札幌と福岡では土星は半月の縁ギリギリをかすめる形で隠されないんです。土星食になりません。で、図の限界線の南側、この図でいうその右下側ですね、そちらの方で土星食が起きます。で、土星というのは遠い恒星とは違って見かけの大きさがありますから、月の縁にかかり始めて消えるまでと、
また現れ始めて完全に離れるまで結構時間かかるんですね。その土星のリングを除いた丸い本体だけでいうと、今回は東京で1分15秒、京都で2分15秒かかりますけども、限界線ギリギリの宮崎ではですね、5分もかかるんです。で、望遠鏡で見れば、リングのある土星がじわじわ欠けていく様子、そして逆に現れてくる様子が興味深く見られますけども、双眼鏡でもだんだんと消えていく様子などがよくわかると思います。さて、土星食があるという話をしましたけど、主な惑星の今年2024年の見やすい時期というものをちょっと紹介します。まず年明けから明け方の東の空に輝いている明けの明星の金星ですが、これからはだんだんと低くなっていきます。でも春の間は夜明けの空に輝いて見えます。で、6月初めに地球から見て太陽の向こう側に行ってしまうためにしばらく見えなくなりますが、8月に入る頃から今度は夕方の西の空低くに宵の明星として見え始めます。そして秋から冬に向けてだんだん高い位置に見えるようになって、年末には一番星として非常に目立つようになります。さあ、その次、オレンジ色の字、火星なんですが、現在は地球から遠く見づらい火星ですけども、次に地球に近づくのはまだ1年先、来年の1月下旬なんです。このため、しばらくは見にくいんですけども、年末になると、ちょっと夜更かしをすれば、東の空に結構明るいオレンジ色の姿を見せるようになってきます。現在も宵空高く明るく輝いている木星、今一番星ですけども、だんだんと西へと輝いていきます。で、初夏には見えなくなるんですが、秋が深まると今度は東北東の空に姿を現してきます。観測条件が一番良くなるのは、冬に入る12月の初めで、本当次の冬はですね、ずっと木星が頭の上近くに見えるチャンスです。リングのある人気のある天体土星はですね、9月頃に見えやすい位置にやってきます。今年は地球から見る土星のリングがとても細くて、まるで土星本体に串が刺さっているような姿に見えます。天体観望会などに参加するチャンスがあると、ちょっと珍しい姿のその土星を見ることができます。さあ、そして流星群です。年間三大流星群と呼ばれる四分ギザ流星群、ペルセウス座流星群、双子座流星群なんですが、このうち四分ギザ流星群というのはもう1月の初め、先日ですね、今年の活動をすでに終えています。夏休みのペルセウス座流星群と長い12月の夜空を飾る双子座流星群ですが、2024年はペルセウス座流星群の条件が、丸です。良い年なんです。流星群の軌道と地球の軌道が一番近づく活動ピークは、日本時間8月12日の午後11時頃で、日本の夜とピークが重なるんですね。で、月は上限の半月ですけども、各地夜の10時過ぎにはその月は沈んでしまいますから、深夜には月明かりがなく、流れ星を見るには絶好の条件なんです。そうですね、空の暗い場所だったらば1時間に50個から60個の流星が見えるかもしれません。天気次第ですけども、8月12日の深夜から13日の未明は、今年一番流れ星が現れる夜になるのはほぼ確実です。で、一方で、去年は好条件ながら多くの場所で天気に恵まれなかった双子座流星群、こちらは今年はどうかというと、×が来てしまいました。条件良くないんです。今年は流星群のピークが日本時間の、昼間になること、午前10時ですね。それからピークが満月の前の日ということで、一晩中月が明るくて、流星の数が減ってしまうのが残念です。それでも天気に恵まれれば、12月の13日から14日にかけては、1時間あたり10個から20個ぐらいの流星は見られそうです。宇宙や太陽系の楽しみはですね、それこそ1年365日。今年はウルー年なので366日なんですけども、今日挙げたものも含めましてね、またその現象が近づいたらこの天羅万象でご紹介したいなと思います。で、星空を見上げて天体望遠鏡でいろんな天体を見るのが趣味の私なんですけども、今年はですね、土星と木星の観測、そして8月のペルセウス座流星群を一番楽しみにしています。天羅万象でした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。